はい、いつもお世話になっております。アンセルチャンネルです。で、今日はですね、去年の秋に結婚飛行した新庄終わりの今現在の様子をね、ちょっとご紹介していこうと思います。で、一応今シーズンはそんなに採集はしなかったんですよ。で、手前からですね、こちらが黄色ケアリですね。黄色ケアリを山の中で採集しました。たまたま結婚飛行してたものを道端で拾ったっていう感じなんですけれども、それが一つと。で、あとはですね、これが桜アリですね。はい。今年もね、運よく採集することができましたので、飼育チャレンジしております。それが2種類目ですね。で、あとはここに数種類います。で、一番こっちの奥ですね、アクリルパイプで飼育してますけれども、これもね、桜アリですね。はい。今、産卵はしてるみたいですね。ちょっと後で詳しく見ていきましょう。で、あとが、この真ん中のやつですね。おそらく、ヒメナガアリ、もしくはハヤシナガアリかってところなんですけれども、ナガアリの新女王ですね。これキャンプ中にたまたま採集した女王になります。今ちょうどここの中にいるので全然見えないですけれども、これも後で詳しく見ていきます。で、最後がチクシトゲアリですね。チクシトゲアリの新女王。これもね、たまたまです。たまたま持ち帰った道端に落ちてた木材の中から突如4匹出てきました。あったかかったのかわかんないですけども。これは完全な試験管飼育ですね。はい。早速ちょっと細かく見ていきましょうか。はい。はい、じゃあまずは黄色ケアリですね。もう働きアリがものすごいたくさんいて、100匹以上いますね。これちょっと裏技を使ったんですけれども、新庄終わりを採集したところの近くのコロニーの繭を一緒に持ち帰ってきて、そのまま冬越しをしたらこんな状態になったっていう感じですね。で、今もうね、本当に卵もいっぱいあって、あとは幼虫もね、本当にたくさんあるので、今年すごい楽しみなコロニーです。一気に爆発的に増える可能性があるんじゃないかなと思ってます。で、今、女王アリも完全にもう埋もれちゃってますね。今、ほんと刺激を与えちゃったので、働きアリがもう必死に女王を守ろうとして固まっちゃってます。それはそれで可愛いと思いますけれど。これは本当順調なので、説明はこれくらいで大丈夫ですかね。はい。はい、続いてご紹介するのが、桜アリですね。桜アリは本当に11月くらいに結婚飛行するアリで、その時に採集しましたけれども、今ね、産卵もしてて、で、よく見たらね、幼虫になってますね。すごく今のところ順調にできてます。はい、一応拡大したらこんな感じですね。うまくいくといいなと思ってます。ということで、じゃあ、あともう一つの桜アリも見ていきましょう。一応こちらにいるはずなんですけれども、どうだろう。一応カメラで撮れますね。はい。ちょっとぼやけちゃってますけれども、しっかり生きてるみたいです。ちょっとこのままだと卵とか幼虫とか確認できないですけれども、どこかしらに多分隠してあると思います。で、この飼育方法はもう本当に赤玉土をパイプの中に詰めて、でそれでそこの土を湿らせて、でそれでその中に桜アリを入れて飼育してるっていう感じなんですけれども、土掘って中に巣作るかなって思ったら、本当に一番端っこのところに巣作ってますね。こんな感じで桜アリは今のところ順調そうですね。はい。じゃあ次行っちゃいましょう。はい、次は長アリの女王だと思うんですけれども、このアリもね、あまり飼育例がないので手探り状態なんですけれども、ちょっとね、冬眠をさせなかったのがちょっとダメだったかなって思ってます。というのも結構標高が1000メートルはいかないですけれども、数百メートル、800メートル近いところで採集したので、ちょっともう少し低い気温で冬は冬越しさせた方が良かったのかもしれないですね。ちょっとこの後の様子を見つつ、ちょっといろいろちょっとやっていこうと思いますけれども、今のところ
弱ってる感じは全くないですので、ちょっとこのまま様子を見ていこうと思います。ただどうだろうな、産卵してる感じがねやっぱりあんまり見えないので、あんまりやっぱりその環境が良くないのかもしれないですね。今これスポンジ中に入れて飼育してるんですけれども、スポンジよりかは土の方がいいのかもしれないです。ちょっと状況が改善しなければ飼育環境を変えたりちょっとしてみようと思います。はい、で最後がチクシトゲアリですね。チクシトゲアリはあまり動きません。本当に動かない。で産卵もまだしてないですね。でチクシトゲアリはどちらかといったら温暖な地域にいるアリなので、あまりその冬眠はさせてないんですけれども、でもやっぱりね15度くらいで管理してて、でちょっと今温めてて部屋の中20度くらい超えてるんですけれども、でも産卵しないですね。いつ頃産卵するかちょっと気になるんですけれども、もうちょっとやっぱり時期が暖かくなってきてから産卵するのかもしれないです。ちょっとこれは全く変化がないですので、これくらいですかね。でチクシトゲアリについては最初は多子で巣を作るみたいですけれども、だんだんと女王が淘汰されていって、最終的に単子の頃になるみたいですね。黄色シアゲアリとかと同じですからね。今4匹いるので、コロニー化はちょっと達成したいなと思ってます。こちらも何か進捗があればまたその都度ご報告していきますので、はい、楽しみにしていてください。はい、ということで一応去年2020年の秋に結婚飛行した新女王アリをちょっと見ていきましたけれども、またこれ進捗があればまたその都度ご報告できればなと思いますので、うまくねこの種類長アリとかすごく難しいっぽいので成功できるかわからないですけれども、なるべく多くのですねこの新女王アリたちがコロニー化できるようにできればと思ってますので、引き続きちょっと経過を観察していこうと思います。はい、ということで今回はこれで以上ですね。ありがとうございました。